お願いします。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ジャンカスパンダです。ということでね、ジャンカスクールカーズということで、ついに出ましたというかね、ネタが切れたわけでもないんですが、ついにね、ジャンカスさんの86、レビンね、こちらをジャンカスクールカーズで、取り上げようと思います。まあ、お前どんな車乗ってんだこの野郎ってね、声が多数あったんでね、こんな車乗ってますよっていうのを、寒いっす。紹介しようと思うんで、最後までご視聴よろしくお願いします。ジャンカスパンダのジャンカスクールカーズ。はい、それでは、外観からいきましょうか。はい、3ドアレビンでございます。はい。あんまりベタベタ触ると怒られるらしいね、人の車に。はい。僕は触ってもいいんですよ、これ。はい。特にないんですが、キャメラさん、なんだろう、GT グリルに、チャラい、フォグランプが埋め込んであります。つくんかな、まあ、後でやるか。で、バンパーが、これ、グッドラインの、当時もののね、グッドラインバンパー。結構低いんですよね。車自体そう低くないんですけど、あんまり下が余裕ないんでね、気をつけて乗っております。乗ってないけど。はい。で、あれ、やべえ、これ5分で終わっちゃうな、この動画。こだわりなんか何もないでございます。はい。で、なんだろう、こだわり何もないですね。やっぱ86といえば渡辺ということで、はい、こちら、渡辺の 9J の15インチのマイナス13だったっけな。そちらにやっぱタイヤは芝タイヤということでね、はい、芝のこれ280？忘れましたけど別に芝じゃなくてもいいんですけど、割とグリップするタイヤでこれ19545なんですけど、前後19545ってね、芝の280ぐらいしかないはずなんだけどな。50ならいっぱいあるんですけどね。っていうことでスタイル重視なんでね、19545の芝タイヤを履いております。はい。フェンダーがちょっと叩いてあるのかな。で、足回りはまあ普通の車高調で、30ミリの延長ラームが入っておりますと。そんな感じでございます。はい。終わっちゃった？終わっちゃった。他何かありましたっけ？他は何にもないですよ。割とシンプルに作ってある感じなんでね。渋い感じで。やっぱ前後渡辺渋くないですか？いや、お尻も同じ 9J-13 で、1954515のケンダだったかな。ケンダですね。ケンダが一応これでドリフトもできるっていう仕様なんでね、2年に1回ぐらいちょこっと10分ぐらい走るんで、そんな仕様にはなっております。はい。サブ。こだわりの見てください。こだわりの純正リアスポイラー。こだわってもないんですけど。はい。で、車自体はこれ前期なんですけど、まあ後期テール、後期バンパー。あれ、俺の車ネタねえな。人に散々ネタ求める割には。はい。で、これジャンカスパンダの、なんだろう、再生リストでレッサーするってやつがあって、これ結局1年ぐらいかかってね、結構お金使ってレッサーしたんで、もしよければね、そちらを見てもらえるとね、約2年ぐらい前に、一生懸命一から、もうネジ1本ないぐらいまでバラバラにして作った車なんで、そちらも楽しめるんでね、暇な時にそちらも見てもらえればと思います。はい。終わっちゃった外観。マフラーこれあれっすよ。RS ハラダス。もう今売ってないんですよね。はい。ハラダ、やっぱデュアルの方がいいかなと思いまして、はい。RS ハラダつけております。で、触媒もサードの、なんだっけ、なんかメタル触媒が入ってて、一応だから、排気的には車検対応なはずです。原田もこれ車検対応のマフラーなんで、そこまでうるさくないです。ちょっとエンジンかけてみましょうか。
静かでしょ。はい。あ、サブ。そんな感じで爽やかジャンカスパンダでございます。ジャンカスパンダのジャンカスクールカーズ。さあ出ますよ、すごいのが出ました。ちゃんとね、これね、正樹さんね、これジャンカスさんが一から乗したね、5バルブが乗っておりますが、カムが純正、ピストン純正、フルノーマルでございます。で、なんだっけな、最初ファンネルしたんですけど、ちょっと中低速が上がるということで、これノビーブースのね、これなんだっけ、インダクションボックス、こちらつけましたね。はい。体感分かんなかったです。はい。で、タコ足かっこいいですよね。水上自動車。やっぱり見た目重視なんで、はい、タコ足水上で、こんなすごかったね、この金のやつね。耐熱の。ほぼ当たってるんですけど、焦げてもないよね、これ。焦げとる？すごくない？この距離で。ね。だから一応ボンネットにも貼ってあるんですけど、こうやって。ほら、ボンネットの裏まで塗ってありますからね、僕じゃないですけど。結局これもう本当に全バラしたんで、ここもちゃんと僕塗っとるんですよね。僕じゃないですけど。一応その写真もあれば貼っときますけど。大変でしたね。あと何かありましたっけ？エアコンか。これここに見えないね。エアコンは後で説明しましょうか。もう何もないネタ。ここはちらっと見える。この可変式なんだよね、これ。グリッドラクター、これ赤くんでね、これエアコンのこれコンデンサーだっけ、違うな、いますね、ここに。はい、それぐらい。見えますか、僕のベビーオイルクーラー、これ。これめっちゃ可愛いですね。そんなもんすか。で、ラジエーターが、これなんだっけ、ヤフオクのラジエーターだっけ。中華の1万いくらのラジエーターに、これ電話見てください、電話。キャメラさん見えます？電話。これプリウスの、これプリウスだったっけ？これあれじゃない、ヤフオクに売ってるね。そっか。全然違う。ヤフオクの売ってる電話ですね。意外と今のところ2年ぐらいトラブルないですね。はい。で、なんか、紀ノ国のやつで制御してますね。それぐらい？俺の何にもないね、俺のエンジンルーム。マスターバックはこだわります。マスターバック、これちっちゃいんですよね。今意味ないんですけど、このファンデルの時に当たるってことでね、フロスだったっけな、アメリカ、じゃあイギリスかどっかのこのちっちゃいマスターバックに変わっております。それぐらいで、エンジンノーマルなんで、もうオーバーホールはしてあるんですけど、クラッチも111のノーマル使っております。なので非常に乗りやすい仕様でございます。ジャンカスパンダです。ジャンカスパンダのジャンカスクールカーズ。じゃあ自慢の室内いきますか。いきますよ。見てください、キャメラさん、この美しい。そっち、キャメラさん、そっち。特になんもないですね。はい。ジャンカさんこだわりはナルディだけなんで。で、なんもなくない？俺の車なんかある？なんもないですよね。はい。で、ブリッド、リクライニングとブリックスとわかんない。なんか、そっち助手席は普通のブリッド。いや、でもなかなか快適でいいですね。で、後ろ行きますか。ここにエアコンが、後付けのね、電動エアコンがついてますね。これ岐阜のレジェンドプッツン永井さんがつけてくれたエアコンでございますが、なかなかこれベルト駆動じゃないんでね、パワー食われないんで、もしドルトする方このままでも多分いけるんじゃないかと思いますね。で、6点7点のロールバーがついてぐらいですかね。ぐらいっすね。面白くねえな俺の車。
あ、ドアの内張りかっこよくない？意外と。これもなんかあそこのやつですね。ヤフオクで。はい。名前忘れましたけど。これかっこいいんですよ。ぐらいしかないじゃん、俺の。ダッシュみたいダッシュピカピカですね。これヤフオクで5万ぐらいで買ったやつですね、これ。な。5分に落としたね。ああ、そうですね。高い。で、この辺こだわりの GT のね、茶色い可愛いやつを差別化を図ってつけておりますが、それぐらいですかね。はい。もうエンディングいきますか。ジャンカスパンダのジャンカスクールカーズ。はい、ということでね、自分の車を1回ぐらいジャンカスクールカーズ出そうということで、撮ってきましたがね、あんまり撮りどころがなかったんですけどね、まあ一応息子が乗るっていう前提で作った車なんで、割と快適に街乗りができる仕様ではなかろうかと思いますね。はい。この車でまた走ることがあるかどうかも分かんないですが、また続けてねやっていこうと思いますんで、興味がある方は是非チャンネル登録してまた次の動画ねお待ちください。それでは2025年最初の撮影ということで、この車を撮りましたが、またどんどん今年もね頑張って撮影していくんで、またよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ジャンカスパンダでした。さようなら。夜の森を一人走る月明かりがただ僕を照らす。みんなはどこ？そうつぶやけばタイヤの跡だけが答えてくれる。僕はただ誰にも届かない声でもっと似てよ、ここにいるよ。でも風に切れるだけ寂しい胸に響くエコー。ジャンカスパンダ走る理由が欲しいよ。誰か僕を止めてよ、この寂しさを消してよ。森の影に隠れて涙をこらえているけど、前に進む道が見えない。ただ冷たい風が吹いてく。星空を見上げて